こんにちは、月島です。今回はプラグインアライアンス社がリリースしているプラグインの BX コンソールフォーカスライト SC レビュー第2回目のイコライザー編です。このプラグインのイコライザーセクションの使い方や実際に音源にかけるとどのようになるのか検証したいと思います。目次です。イコライザーセクション、マスターセクション、コンプとイコライザーを音源にかけてみる。最後にまとめです。イコライザーとフィルターの各セクションをプラグインドクターの解析を交えながら見ていきたいと思います。現在表示されているグラフはイコライザーのつまみを何も動かしていない状態のものです。これはこのプラグインを通しただけでこのように音が変化することを表しています。低音域は 10Hz あたりがわずかに持ち上がり 7Hz くらいからカットされています。また高音域は 10kHz あたりからわずかですが緩やかにブーストされています。例えば Waves の REQ などはこのようなことはありません。グラフを確認するとフラットに一直線です。ローパスフィルターとハイパスフィルターです。インジケーターをクリックして点灯させるとつまみが持ち上がりオンになります。そしてつまみを動かすことで周波数を操作することができます。ローパスフィルターは 3.9kHz から 20kHz、ハイパスフィルターは 20Hz から 330Hz まで指定可能です。またつまみの横にあるボタンを押すと操作する周波数帯域を変更することができます。それぞれの周波数カーブの動きを見てみます。まずはローパスフィルターです。現在は 20kHz の設定ですが、プラグインドクターのグラフを見てみると 2500Hz 付近より持ち上がり始め 15kHz 付近からカットされています。ローパスフィルターの周波数つまみを回すとこのように動きます。次はハイパスフィルターをオンにします。現在は 20Hz の設定ですが、プラグインドクターのグラフを見てみると 150Hz 付近より緩やかにカットが始まっています。ハイパスの周波数つまみを回すとこのように動きます。それではそれぞれのフィルターを音源にかけてみたいと思います。ローパスフィルターを 5.6kHz に設定してドラムトラックにかけてみました。再生します。次はハイパスフィルターを 330Hz に設定してドラムトラックにかけてみました。再生します。以上のようになります。どちらのフィルターも音源に対して大きく音をカットするようにかけましたので効果がよくわかると思います。どちらのフィルターもしっかりと音をカットしています。イコライザーセクションの左側はハイミッドフィルターとローミッドフィルターです。どちらもピーキングタイプのバンドです。バンドインという赤いボタンを押すとバンドがオンになります。ハイミッドフィルターのバンドを有効にしました。グレーの大きなつまみが原因、黄色いつまみの左側がQ幅、右側のつまみは周波数を操作します。また X3 のボタンを押すとつまみの外側にある黄色の数値が有効になります。
2.2kHz を 4dB ブーストしましたが、プラグインドクターのグラフを見てみると約 3dB ほどしかブーストされていないようです。周波数のつまみを動かしてみます。X3 のボタンを押します。次は9幅のつまみを動かしてみます。9幅を広げてみるとかなり大きく広がります。9幅を狭くします。狭くしても結構広い範囲をブーストしていると思います。また9幅を狭くするとブースト量は若干上がるようです。2.2kHz を 4dB ブーストする設定でドラムにかけてみました。再生します。次はローミッドフィルターをオンにしてみます。ローミッドフィルターをオンにすると 50Hz 付近が少しブーストされるようです。120Hz を 4dB ブーストしました。ブーストされる量はこちらも 4dB には届かないようです。周波数のつまみを動かしてみます。X3 のボタンを押します。次は9幅のつまみを動かしてみます。9幅を広げてみるとかなり大きく広がります。9幅を狭くします。120Hz を 4dB ブーストする設定でドラムにかけてみました。再生します。以上のようになります。ハイミッドフィルターで 2.2kHz をブーストすると、ハイハットやスネアのスナッピーの音がしっかりと強調されています。ローミッドフィルターで 120Hz をブーストすると、キックやスネアの胴鳴りがよく聞こえるようになっています。どちらのバンドもクリアにブーストされていると思います。イコライザーセクションの右側はハイフィルターとローフィルターです。どちらもシェルビングタイプのバンドです。バンドインという赤いボタンを押すとバンドがオンになります。ハイフィルターのボタンを押してオンにしました。ハイフィルターを有効にすると 200Hz から上がわずかにカットされるようです。グレーの大きなつまみが原因、黄色いつまみで周波数を操作します。3.3kHz を 4dB ブーストしました。4dB ブーストしましたが、プラグインドクターのグラフを見てみると約 2dB ほどしかブーストされていないようです。周波数のつまみを動かしてみます。この周波数つまみはリニアに動くのではなく、カチカチとメモリ通りに動きます。3.3kHz で 4dB ブーストする設定をドラムにかけてみました。再生します。次はローフィルターをオンにします。ローフィルターをオンにすると 50Hz を中心にわずかにブーストされるようです。33Hz を 4dB ブーストしました。設定は 33Hz ですが、実際は 300Hz くらいから大きくブーストされているようです。ブーストされる量は 3dB くらいです。周波数のつまみを動かしてみます。
周波数を上げていくとブーストされる少し上の帯域がカットされるようです。160Hz を 4dB ブーストする設定でドラムにかけてみました。再生します。以上のようになります。ハイフィルターで 3.3kHz より上の帯域をブーストすると、より空気感が増して明るい印象のドラムになりました。ローフィルターで 160Hz より下の帯域をブーストすると、キックのどっしり感が増して迫力のあるドラムになったと思います。EQ ポストというボタンは、このチャンネルストリップのエフェクターの並びを変更できるものです。EQ ポストを押して点灯させると、ダイナミクスセクションの後にイコライザーセクションという並びになります。そして EQ ポストをオフにすると、イコライザーダイナミクスという並びになります。また、オール EQ ボタンは、イコライザーの4つのバンドを一括でオフにすることができるボタンです。マスターセクションの上部にインゲインと V ゲインというつまみがあります。インゲインはプラグインに入る音の音量を操作するつまみです。V ゲインはアナログノイズの量を決めるつまみです。このつまみを動かすとノイズの量を調節できます。ノイズ量は好みで決めると良いと思いますが、やりすぎは注意です。つまみをオフにしてもこれだけノイズが入ります。THD はサチュレーションや密度を調節するものです。小さいネジを動かすことで設定できます。実際にネジを動かしてみます。ここも音を聞きながら好みで設定すると良いと思います。実機のコンソール卓のチャンネルは同じ部品を使用していたとしても微妙な違いが発生します。それを再現したのが TMT です。プラグインドクターのグラフを見てみると、ピンクの線と水色の線が表示されています。これがトラックの微妙な違いです。プラグイン上の矢印をクリックすると、使用するチャンネルを変えることができます。チャンネルを変えると、グラフのラインがチャンネルごとに変化します。72のトラックを選択可能です。楽曲のミックスにフォーカスライト SC を複数使用する場合はチャンネルを変えてみるのも良いと思います。これはプラグインアライアンス社独自のもので私は面白い機能だと思います。ドラムトラック以外の音源もいくつか用意しましたので、プラグインにあるプリセットを使用してイコライザーとコンプレッサーをかけていきたいと思います。再生します。
以上のようになります。どの音源にこのプラグインをかけてみても、コンプレッサーとイコライザーは無理なくしっかりと効果を発揮して透明かつ迫力のあるサウンドになっていると思いました。このプラグインの使い勝手で気になったことが2点あります。1つ目はゲインリダクションメーターが見にくいことです。ほとんどのケースで圧縮する量は4から8デシベルくらいだと思います。このプラグインのゲインリダクションメーターは均等に20デシベルまで表示されています。見栄え的にはこの方が良いのでしょうが、実際20デシベルまで音源を圧縮することはほとんどありませんので、一番よく使う4から8デシベルがしっかりとモニターできるようなメーターだと良かったと思いました。2つ目は、このプラグインはつまみを動かしたいときに数値入力ができません。例えば4デシベルブーストしたいときにつまみをダブルクリックなどしてパソコンのキーボードで数値を入力したいと私は思います。Waves のプラグインや DAW の純正プラグインなどはほとんどそのような操作ができます。私は1とか 1.5 とかの数字で数値を入力するのが好みですので、つまみをダブルクリックして数値を入力できると良いなと思いました。フォーカスライト SC のイコライザーやコンプレッサーは音源の良さを損なわずにクリアにかかる印象を受けました。数値を高くすればしっかりと効果がかかり、逆に数値を抑えて優しくかけることも可能です。音に対する変な味付けも感じませんでしたので、とても使いやすいプラグインだと思います。気になる点も多少ありますが、1曲の中でイコライザーとコンプレッサーは全てこのプラグインでミキシングしてみるのも面白いと感じました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。